こんにちは、ゆうたです。今日はですね、ちょっとお部屋作りの、続きをちょっとしていきたいなと思ってるんですけど、前回家具をね、ようやく搬入ができたということで、そこからちょっともう一段ステップアップして雑貨をねちょっと置いて、もう少し空間としての完成度を上げていきたいなと思ってます。はい、ビフォーも多分お見せすると思うんですけど、今ちょっと質素というか大型家具しか今ない状態なので、もうちょっとね、ちょっと色味というかも欲しいし、素材感テクスチャーも欲しいし、単純にね、僕結構いろんなプロダクトが好きなんで、ちょっとそういったお気に入りのね雑貨とかそういうのをもうちょっと置いていきたいなと思ってます。で、改めてこちらの企画について、インテリアデコレーション by 記憶的散策ということで、この物件を借りてからお部屋が完成するまでの過程だったりこだわりっていうのを紹介するドキュメンタリーコンテンツとなっております。というわけで、ちょっと早速雑貨をねたくさん買ってきたので、ちょっとそれを今から順番に紹介させていただこうかなと思います。行きましょう。よいしょ。よっこらせ。ほいほい。よいしょ。はい、というわけでですね、これが今回買ってきた雑貨たちになります。皆さんお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、多分見たことないアイテムたちがたくさんあるかなと思います。実はですね、このアイテムたちはですね、大阪の北浜という場所にあるエスメティナというセレクトショップさんにご提供をしていただきました。で、このお店なんですけれど、架空の女性エスメティナのアパルトメントをちょっとテーマにしたお店になっていて、で、日本を中心に41カ国のブランドさんの取り扱いをされていらっしゃる珍しいセレクトショップですね。なんでこうアーティストの方の作品みたいなものが結構たくさんあるんですけれど、日本だともうエスメティナでしか取り扱ってないみたいなものがなんかめちゃくちゃあるんですよ。で、僕も実際店頭に足を運ばせていただいたんですけど、やばってなって、も僕的にはドンピシャで見たことないアイテムとかがねたくさんあったので、今回ちょっと紹介をさせていただこうかなと思っております。はい、でちょっと今回ね、ここにあるのが購入したアイテムということで、ちょっとこのアイテムを部屋に入れてみてね、どんな雰囲気になるのか、ちょっとそれを見ながらアイテムの紹介っていうのもさせていただければなと思います。ちょっとじゃあ配置でどんどんしていきますか。はい。はい、というわけで雑貨を一通り置いてみました。で、結構ね、多分以前と比べるとカラフルになったというかアクセントになったかなと思います。はい。で、ちょっとね、ここから雑貨の紹介っていうのをちょっとしていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。じゃあこのまんままずダイニングテーブルから紹介をしていこうかなと思うんですけど、このダイニングテーブルには今フルーツバスケットとあとトレーをですねちょっと置いております。まずこのフルーツバスケットからいこうかなと思うんですけど、これは、オクタエボというスペインのバルセロナを拠点にしているプロダクトブランドになってます。で、ちょっとこうね、地中海からインスパイアされたこう色鮮やかなね、結構プロダクトっていうのが特徴的。重厚感がね割とこうあるんですよ。なんか繊細なちょっと編み込みのこのデザインというかね、色はポップっていうね感じで、結構こうやって置いていてもすごいカラフルな印象で、部屋の感じにも今合ってて、なんか何も置いてなくても可愛いなっていう印象でございます。はい、で、次に紹介するこちらのトレイもオクタエボのトレイですね。で、これはもうちょっと比較的日常使いしやすいような薄いトレイです。色鮮やかで、なんか手作業で丁寧に製作をされてるらしくって、すごいそのなんかエピソードもちょっといいなと思いつつ、このパターンですね、パターンもすごい可愛くて、今は紙とかを留めるような重しみたいなのをこうやって置いて使ってます。で、そのまんま今度ディスプレイの方ですね、ちょっと行こうかなと思うんですけど、この辺はね
まだ決まってないものも結構多いんですけど、このトレイですね。でこのトレイは、有田焼の、トレイになります。で、日本の伝統工芸ということで世界のデザイナーとコラボしてデザインをされてるみたいで、トーマス・アロンソさんとの、コラボのアイテムになっているそうです。曲線のねこのデザインっていうのが個人的にはいいなと思いつつ、有田焼ということでね、ちょっと日本の伝統工芸みたいな要素もいいなと思ってます。で僕ら普段ね文房具とか、デザイン制作で割と使うことが多いので、ここは今お香用のライターと、あとハサミとカッターとメジャーですね置いて、ちょっとディスプレイ、みたいな感じになってます。ここはちょっとまだまだ模索中という感じなんですけど、今後ちょっとねうまくブラッシュアップしていけたらなと思ってます。はい、であとは今回だとこれですね。ちょっと今このトレイからじゃあいこうかな。よいしょ。でこのトレイも先ほど紹介したオクタエボのトレイになります。でこれもね比較的ポップなデザイン、それがもともと結構オクタエボのちょっとブランド性みたいなところでもあるとは思うんですけど、シンプルだけど使いやすいトレイということで可愛らしいデザインでお気に入りです。結構ねピンクの相性どうかなって思ってたんですけど、意外とねこうやってアイテムを置いてみると割と可愛いですよね。これはね結構ちょっと今ここに置いちゃってるんですけど気に入ってるアイテムになってます。でこの上にも皆さん多分これ何ってなってると思うんですけど、これ実はライターなんですよ。でこれはツボタパールっていうシリーズのライターになってます。喫煙具とかの雑貨を製造されているプロダクトブランドのもので、なんといってもこうなんか積み木っぽいこのデザイン、こうライターって結構ダサいものが多いじゃないですか。その中でこのライターに見せないこの美しさが個人的にはいいなと思って使ってます。で僕はタバコ吸わないんで今は、オブジェクトお香用のライターとして使ってるという感じになっております。あとはこちら隣にある、陶器ですね。これもよいしょ、なんかちょっと日本らしいといえば日本らしいのかなという気もするんですけど、これはベルギーのクロッテゲムを拠点にしている、読み方がちょっと合ってるかわからないですけど、トム・マッセールさんのセラミックブランドのアイテムになってます。でなんかハンドビルドって言われてるなんか伝統的な技法を使ったアイテムらしくって、女性の体をモチーフにされてるアイテムなんですけど、ちょっとボテッとしたねフォルムとこのユーモアのあるイラスト、これがすごい僕は可愛いなと思って置いてます。でこれもねなんかちょっと花を刺すのいけるのもいいかなとかいろいろ考えつつ、ちょっとこのボテッとした質感をねしばらくは楽しみたいなと思っております。はい、そしたらあとは反対側ですかね。よいしょ。あとはじゃあちょっとこっちのテーブル側に行こうかなと思います。でこのテーブルはねなんといってももうこれしかないですよね。もうこれねマジでめちゃくちゃ一目惚れしてもう速攻即買いアイテムだったんですけど、これはファンダメンタルベルリンの、アイテムということでめちゃくちゃモダンで先進的なデザインとこの素材感で、これはね日本だとエスメティナでしか取り扱いがされてないそうです。でこのねもう SF の世界観がめちゃくちゃすごいですよね。でこれちょっとね持ってちょっと実際に伝えてあげたいなと思うんですけど、めちゃくちゃこうやってこう動くなんか5次元空間的ななんかもう僕インターステラーとかそういうのが好きなんで、このもう多分 SF 好きにはたまらないロマンあふれるアイテムなんじゃないかなと思います。なんでこれね一応、フルーツバスケットらしいんですけど、こうやってねなんか置いた時にちょっと変形させておくのもいいし、ちょっとねこうデフォルトのベーシックな状態で置いてるのもいいし、なんかここはいろいろ僕はちょっとあえて今は斜めにしておこうかなと思っております。はい、でじゃあ続いてこちらのキャビネットの方に移動しようかなと思うんですけど、こちらですね。これもまた変わったプロダクトのデザインというかね、ちょっと面白いデザインだと思うんですけど、ラウランス・ブラバント
アラインによるガラスウェアブランドということで、すみません、ちょっとね読み方がね海外だからむずいんですよね。ちょっと間違えてたらごめんなさい。でこれはガラスウェアブランドで、日本だとエスメティナでしか取り扱ってないものになります。ガラス製品ということで光の感じとかはもちろんなんですけど、これもねちょっと使うのが惜しすぎて、今は置いてちょっとオブジェとして飾ってるというような感じになります。続いて隣にあるのがこちら。これ皆さん花に見えません？これね実はね花じゃないんですよ。これは、ブレイズンボタニーっていう、ロンドンを拠点にしているディスプレイデザイナーの、キャロラインさんによる、ブランドということで、なんかこれはもう結構もう一目惚れで買っちゃったっていうところがあるんですけど、観葉植物をモチーフにしているものなんですけど、人工的に作られた植物ということで、この一枚一枚紙のこの質感というか、もう丁寧にね葉脈とか葉っぱのデザインとかがされてて、これはもうなんか繊細な作品すぎて僕はちょっと買ってしまいました。なんかこの部屋ね、リビングとかには個人的にあんまり植物とかをねちょっと置きたくないなと思っていて、でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、浴室はねすごいジャングルっぽくなっているんですよ。ちょっとね今遠くに若干見えるかなと思うんですけど、なんかちょっとその雰囲気から脱却して、あんまり自宅の方リビングには置きたくないなということで、あえてこの人工的なちょっと作品性のあるこのブレイズンボタニーを置いております。はい、であとはこのまんまちょっとソファースペースをね紹介しようかなと思います。でソファーはね多分こちらのねブランケットをちょっと紹介したいなと思うんですけど、こちらのブランケットはアメリカのアリゾナ州フェニックスで活動してらっしゃるテキスタイルアーティストのブハラクシースタジオ、ちょっとね読み方がごめんなさいね、合ってるか分かんないんですけどの、アイテムになります。でこれも同様で日本ではエスメティナでしか取り扱ってないものなんですけど、これねもしかしたら在庫はもうエスメティナにもないんじゃないかな、ちょっと確認していただきたいんですけど、割とこれも、グラフィカルなちょっとアイテムということで、少しちょっと、ね、実際広げてお見せしたいなとも思うんですけど、よいしょ。今ちなみにねこれは僕はソファーにちょっと広げて半分だけ引いて置いてます。なんかソファーカバーみたいな感じで、ちょっとここのコントラストつけたいなということで今はこういった感じで置いてます。でちょっとね実際広げてお見せしようかな。よいしょ。結構大きいんですよ。めちゃくちゃこれぐらいあるブランケットなんで、なんか寝てる時とかちょっと仮眠する時とかはこれをかけて寝るのもいいなと思ってます。でこういった感じで向きが合ってるかな、向き逆だ、向きはねこうかな、こういう感じでちょっとグラフィカルなパターンのデザインで、結構ね日本だとスローダウンスタジオとか BFGF とか流行ってるじゃないですか。なんですけどちょっとそことはまた違ったね、僕はアイテム、みんなが持ってないアイテムが純粋に欲しいなということでこちらのアイテムを、購入させていただきました。はい、よいしょ。というわけでじゃあちょっと続いてバスルームの方を紹介していこうかなと思います。でこちらのバスルームは、あんまりね多分以前お見せした時からそんなに変わってないんですけど、あれですね、キャンドルをちょっと紹介しようかなと思います。でこれは、ボーイスメルスのラナイというものになります。でアメリカ・ロサンゼルスを拠点にしているプロダクトブランドということで、結構ね LA とかだと流行ってるみたいですね。これ人気があるみたいです。このパッケージのデザインもそうだし、匂いもねこうちょっとね甘めの匂いがするんですよ。よいしょ。ちょっとねわかるかな、ちょっとねわかんないと思うんですけど、甘いこう匂いがします。で特にバスルームなんかは1日のうち数十分とか数時間しか過ごさないじゃないですか。でなんかその時間こう常に非日常の空間にしたいなというところとか、あとこれを置いてるとずっといい匂いなんですよ。でふとした時にね、いい香りがするみたいななるんで今置いて使ってます。
なんでね、実際あんまり火つけて使うことはないです。このままの匂いをずっとこう焚いてディフューザーみたいな感じで使ってることが多いアイテムになってますって感じかな。はい、はい、ということで、エスメティナさんのね雑貨をちょっと使ってお部屋をコーディネートさせていただきました。で今回ね、いろいろお店も実際行ってみて、置いてあるものが日本だともうエスメティナでしか取り扱ってないとか、もともとすごい希少価値の高いプロダクトを置いてるっていうことはもちろんなんですけど、そのプロダクトのデザインがかっこいいのはもう大前提として、その前にある商品が開発されるまでの、バックグラウンドだったりコンセプトみたいな、そういったそのエピソードみたいなところをエスメティナのねオーナーさんがすごい詳しくお話をしてくださるので、そういったところをやっぱ聞くと、よりそのものに対する愛着だったりとか、これ欲しいなってすごいなる時間を過ごせたので、ぜひちょっとそれを皆さん体験してもらいたいなと思っているので、ちょっとみんなぜひ、チェックしていただけたらなと思ってます。はい、で大阪の店舗ではあるんですけど、実はですね、明日から開催される、記憶的散策スプリングマーケット2023、これね渋谷パルコで開催するんですけど、こちらにもエスメティナさんが大阪から出店してくださいます。はい、でね、ちょうどオーナーさんもいらっしゃいますし、このタイミングでねイベントのためにお取り扱いを始めたブランドさんだったり、そういったものもあるみたいなので、ちょっとねぜひまだ前売り券もありますし、最悪ね当日券で来ていただいても大丈夫だと思うので、せっかくなんでね買ってもらいたいなと思ってます。はい、エスメティナさん以外にもブランドさん、記憶的ルームの出演者含め、40組以上今回はいらっしゃる大規模なイベントになってます。ぜひ気になる方、土日渋谷パルコに足を運んでいただければなと思います。はい、というわけで今回のインテリアデコレーション by 記憶的散策はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。